J1 リーグが始まってから一度も降格を経験していない横浜 F ・マリノスが今シーズンまさかの最下位に沈んでいると。そうですね。14試合を終えて勝ち点がわずか8、1勝5敗8敗ですか。いやー、正直見ていてちょっと辛い状況です。数字がね、かなり厳しい現実を示していますよね。今回はあなたが用意してくれた現在のチーム成績と過去10年の J1 リーグのデータですね。これをもとにこのマリノスの状況が、いかにやばいのかと。やばいですか？そしてその過去のデータからどうすれば最流の道筋が見えるのか、ちょっと掘り下げていきましょうか。はい、お願いします。まだ5月だしとか、なんだかんだマリノスなら大丈夫でしょうって、そういう気持ちも分からなくはないんですよ。でもデータを客観的に見ると楽観はちょっと難しいかもしれないですね。1試合の平均勝ち点が 0.57 点。 0.57 ですか？はい。このペースだとシーズン終了時の予測勝ち点が約22点になる計算です。で、例年の残留ラインってだいたい40点前後じゃないですか。そうですね、そのあたりが目安にありますね。だから単純計算だともうかなり厳しい状況だと。もちろん監督が交代したり ACL アジアチャンピオンズリーグが終わったことで、これからチームが上向くんじゃないかという期待の声があるのも事実です。はい、それはありますね。ただですね、過去のデータをちょっと見てみると、14節が終わった時点で勝ち点が8位以下のチーム、これがですね、過去10年間で J1 に残れたのはわずかに3つの例しかないんですよ。3例だけですか？10年で？そうなんです、3例だけ。しかもそのうちの1つ、2023年のガンバ大阪、これは降格枠が例年と違って1つだけだった特例の年なんですね。そうでしたね。でガンバはその年16位でしたから、通常の年だったら降格していた順位だったわけです。なるほど。じゃあ実質的には？そうなんです。実質的には過去10年で見るとわずか2例ということになります。2例？もっと広く J リーグの全期間で見ても、リーグ戦14試合消化時点で勝ち点が1桁だったチームが J1 に残れたのは、2008年の千葉、2018年の名古屋、2021年のガンバ、2022年の神戸、この4つの例だけなんです。4例ですか、全歴史で。はい。これを確率に直すと大体ですけど 6% から 8% 程度。 6% から 8%。 うわ、それはもう降格の淵にかなり深く肩まで使っていると言っても過言ではない状況ですね。肩までですか？それは厳しい。ではその少ない残留成功例、これは何が違ったんでしょうか？例えば2018年の名古屋グランパスはどうでした？フットボール天国。2018年の名古屋グランパスはどうでした？名古屋ですね。2018年の名古屋は15節時点で勝ち点9と、これも苦しんでいました。ただ夏の移籍市場で長谷選手、丸山選手、それから前田選手といった選手を獲得する、いわゆる鬼のような補強ですね。ありましたね、鬼の補強。あれで守備を立て直して最終的には得失点差でなんとか残留を果たしました。ここでのポイントはやはり明確な弱点、この場合は守備ですね。それに対する大規模かつ的確な夏の補強、これが大きかった。なるほど、明確な課題にドカンと補強したわけですね。じゃあ2021年のガンバ大阪はどうでしょう？あの年はコロナとかかなり特殊な状況でしたよね。ガンバの場合はコロナのクラスター発生もありましたし、日程も非常に過密でした。国内だけで15連戦とか、15連戦 ACL も含めると21連戦とか、そういう状況でしたね。シュルク FW の不振や怪我人も多くて大変でしたね。その中でガンバがやったのは、もう早い段階で目標を J1 残留に切り替えて、パトポンって呼ばれてましたけど FW のパトリック選手にボールを放り込んでカウンターという非常に割り切った戦術を徹底したんです。ハトポンありましたね。徹底したんですね。目標設定を早く切り替えたことと、現実的な戦術に完全にシフトしたこと、これが残留につながったと言えますね。なるほど、割り切りが重要だったと。2022年のヴィッセル神戸もかなり苦しんでいましたよね。神戸もそうでしたね。開幕から7試合勝てなくて主力も離脱して、シーズン中に監督も2回変わりました。前半戦17試合でたった2勝でしたから。2勝。
ただシーズン途中3人目の監督になった吉田監督がこれもまた割り切ったサッカーを展開したんです。イニエスタ選手でさえスタメンから外す時期もあったくらいで。イニエスタ選手を外すですか。それは相当な覚悟ですね。そうなんです。そして夏の補強、小林祐希選手やトゥーレル選手が大当たりして終盤に連勝して見事に V 字回復しました。ここでもやはり既存のスタイルをある意味捨てる覚悟と効果的な夏の補強、この組み合わせが見られました。ふむふむ。まとめると、過去の残留成功例を見ると必要な要素としては、まず1、チーム全体で目標を早期に J1 残留に切り替えてそれを徹底すること、はい、それから2、守備重視とかカウンターとかそういう割り切った戦術を採用すること、現実的な戦術ですね。そして3、夏の移籍市場での強力な補強、この3つが必要だったという感じでしょうか。そうですね。過去の例からはこの3つの要素がかなり重要だったと浮かび上がってきますね。ただこの3つの要素を今のマリノスに当てはめると考えるとちょっと簡単ではないかもしれないですね。と言いますと、例えば2の戦術の割り切り。先日エウベル選手が楽しい昔の攻撃的なサッカーを取り戻したいという趣旨のコメントをしていましたけど、これは残留のために守備的に割り切るっていう方向とはむしろ逆方向にも聞こえるじゃないですか。なるほど。クラブのアイデンティティ、マリノスらしさとの葛藤というのは確かにあるでしょうね。そうなんですよ。マリノスの魅力である攻撃的なスタイルを残留という目標のためにどこまで変えられるのか、あるいは変えるべきなのか、これは難しい問題ですよね。非常に難しい舵取りだと思います。そして3の補強についてですが、これは親会社の経営状況に関する報道もいくつか出ていますよね。はい、ちょっと心配なニュースもありますね。そうなってくると、先ほどの名古屋のようないわゆる鬼の補強をこの夏に期待するのはもしかしたらちょっと現実的ではないのかもしれないという見方もできますね。そうか。過去の成功法則が今のマリノスにはそのまま当てはめにくいかもしれないとなると、これはかなり厳しいですね。データが示す現実は本当に重いですね。ですから情報作成時点ではまだ5月といえですね、過去のデータと照らし合わせて冷静に分析すると、横浜 F マリノスの置かれている状況は極めて深刻であると。はい、降格の可能性は残念ながら非常に高いと言わざるを得ない、そういう覚悟はもしかしたら必要になってくるのかもしれません。さて、ここまで状況の深刻さを見てきましたが、ここで聞いているあなたにもちょっと考えてみてほしいんです。もし歴史が示してきた残留の定石、つまり現実主義的な戦術への転換とか夏の大型補強といった手段が今のマリノスにとって難しいとしたら、この本当に厳しい逆境を多くすためには戦術や選手獲得といった外的な要因以外に何か肩幅りな変化というか、チームの内部からの変革というか、そういうものがもしかしたら必要になってくる可能性があるんじゃないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。今回は音声ソフトを普段とは違うものを導入してみました。まだまだ実験段階ですので、お聞き苦しい点があるかもしれません。今までの動画とどちらの方が良いか、コメント欄にて教えていただければ幸いです。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。